天然芝のメリットはやはり生きてますから、買った時点でやっぱ植物なんで少し手で押さえる。この厚みによって値段が違います。メリットとデメリットを考えながら。おはようございます。で、本日のテーマは芝です。芝。人工芝と天然芝、どちらがおすすめなのかとか、お互いのメリットデメリットだったりを巧みに教えていただきたいなと。わかりました。よく使いますよね、やっぱり。そうですね。だから天然、芝といえば天然の形だったんですけども、今人工芝っていうのはスポーツ関係とかそういう形で本当に復旧して、見た目天然芝と変わんないような雰囲気になったということですね。じゃあ今日はそのガーデニングにおける芝に関していろいろ聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。金井さん自身はその人工芝と天然芝はどんな使い分けをしているんですか？だから今の人工芝自体良くなってますから、非常にマットとしても優れてるし、植物じゃないっていう感覚で、ただ見た目は芝生だという感覚で使ってるのかなと。だから天然芝っていうのは実用面で使うか、また観賞用に使うかという形で、観賞用的には、苔に近い感じで本当地比類の一つとして、で、実用面としては空間的に、そこで少し遊ばせる内面という形で考えて使ってきましたけども、だからお客さんの要望に応じてその用途を今変えていったりしてますけども、はい。じゃあ今度はその天然芝と人工芝、お互いのそのメリットとかデメリットを教えていただきたいんですけど。天然芝の中でも洋芝と日本芝って分かれてるんですけど、天然芝のメリットはやはり植物ですから、生きてますから、その良さっていうか、季節によって変化がありますし、色の、あとは気候によって表面温度が、雨が降れ下がったり、環境的には非常によろしいかと思います。そういう植物としての情緒感というのがやっぱりあります。平方面は一番植物の中で安いですね。ただ当然雑草類が呼び込みますから、何回か買って、そういうちょっと手間がかかるという日照条件が合わないところとか、水はけの悪いところはちょっと合わない植物です。で、どうしても植物が生きる条件を合ってるところ、整えないといけないという。人工芝のメリットは、天然芝が生育的な条件が満たされないようなところでは芝生の雰囲気を味わいたいということであれば適面です。室内でも OK です。一年中緑で管理、手間がかかんない。芝生の芽の高さも選べるという。天然芝でできなかったことが、垂直面でちょっと芝生の雰囲気が出せなかった。今こういう素材になってるんで、私は特にこの布通貨、そういう感覚でも使えるんで、屋根材として使うと非常に芝生の屋根と芝屋根みたいな半透明感、そういう形、使い方が結構面白く使える素材になってます。はい。じゃあ逆にその人工芝のデメリットとしては？今のところちょっと天然芝に比べてお値段が、貼るのも剥がれやすいとか、何かしらで固定しなきゃいけない。だから置くだけじゃ飛んでしまうんで、あとちょっとやっぱり化学肥料は火器厳禁ですね。
雨の時に滑る恐れが、こう寝ちゃってると。でやっぱり夏場が熱を吸収しやすい、吸収っていうのは溜まっちゃうんで暑い。まあ毛足の長いやつとかものによってあれなんですけども、天然芝は逆に熱くならない？ならない。もう植物ですから水分含んでますから、人工ですから、そういう欠点はあります。はい。実際にその天然芝を張るってなったらどんな種類が？天然芝は洋芝と日本芝っていうのがありまして、洋芝っていうのが牧草とか種でそこから発達したやつですね。労働芝、もう本当に短い芝、これはもう種類結構あります。牧草的なものだとケンタッキー、長いやつとか。だけど日本の場合は今までずっと、グランドランクで狂犬っていうのが野芝って、であとは高麗芝で、あとそれより丈がちょっと短いのは姫高麗という。ただ欠点が冬が茶色くなると、休眠。だけど洋芝は一年中グリーンであるという気がいい。じゃあ天然芝はそのお庭で使う場合はどうやって設置すればいいですか？大体庭の土、既存の土を下地に使って、で水はけ悪いかなと思ったら、ある程度そこの角度って、これは水はけのいい土で構わないんですけど、例えば山砂系でもいいですし、それを引いた上で平らに整地して、そこでこう張っていく。張った時点でやっぱり植物なんで少し手で押さえて張っていきます。で最後にやはり砂かもしくは黒土、目土つ、今は芝専用の土ありますけど、こうかけて、この芝と芝の間に目土を入れて、で最後たっぷり水をやってくる。根が動いて土と活着するまでがやっぱり勝負なんで、やっぱり時期っていうのは炎天下、暑い時には芝がもう焼けちゃうんで、12月にぐらいに張ってもいいんですけど、気をつけなきゃいけないのは、ちょっと霜柱で持ち上げられて空間空いちゃうと根が張れないんで、それで枯れる恐れがあるので、一番いいのは3月4月ぐらい。そうすると一気に今度は青くなりますから、根が張って全面的が。根付くまでってどれぐらいかかるんですか？だから時期によっては4月5月ぐらいだと根がボンボン動くんで、そうすると1週間ぐらいでもう根がもう取れない状態、そういう状態になります。どのぐらいで手入れが？いや日本芝の場合1年でせいぜい15センぐらい、もうまるっきりほっといてね。で夏場なんていうのはもう1日おきぐらいで刈る人ももうそんだけ伸びちゃうんで、刈れば刈るほど肉厚になる、良くなる。で冬にやっぱり上に目土というものをやると、いつも芝が真っ平らになる。とにかく根自体を作っていく考え方で管理していく。夏場なんていうのはもう、日曜日に1回なら1回っていう形で。じゃあその週に1回でも問題は？問題ないです。もうとにかく買って循環性、根を育てるっていうことがまず。だから根を育てすぎるから冬場なんか根を切るっつう、あんまり根が固まっちゃうと、だから一応穴を開けて根に空気で、病気が発生する、ブラウン病とか言ってもう腐ってくる、部分的に。これもやっぱり伸ばしっぱなしだと腐ってくる。やっぱり植物ですから手間暇かかってしまうという。人工芝をガーデニングで使うとしたらどんなものがおすすめですか？人工芝で使うとしたら、ホームセンターでも、園芸内々でコーナーで売ってる人工芝、カーペットとかそっちの部類で売ってる人工芝もあるんです。それは昔からもう絨毯みたいなペラペラっていうのはやっぱり貼るのにも大変だし、
こうやってこれはもうこういう形で、目がもうこれはこれ枯れてる感じで、この厚みによって高さが値段が違います。ちょっとやっぱり選ぶ時にはちょっとここの厚みのある方のが丈夫でいいと思います。これがだいたい3センかな。これが何ミリがおすすめとかってあるんですか？いや、これはもう例えばどういうところに使うか、見た目だけっつったらもう短いやつでも、だけどそこで遊んだりちょっと子供たちとグラウンド的にするあれだったらちょっと厚めの方の人工芝は今どこでも OK なわけで、コンクリートの上に両面テープ接着剤でもうカーペットのようにもう貼ればいいわけです。で土の上っつうことであれば平らにして金具がピンで押さえる。とにかく隅をめくれないように貼っとけばいいわけですね。ものによってはテープでこの隙間が開かないように貼るようなテープも売ってますから、しっかり押さえるという、それが大事です。間を重ねる時には芝自体こう順目、人工芝の場合はもうこの向きが決まっちゃってますから、同じ向きで流れで、例えば勾配があった場合滑りますから、逆に滑らないようにこうやると逆に滑らない、これをこうやると滑りますから、平らなとこは別にそれほど気にならない。じゃあ今いろいろと教えていただきましたけど、はい。結論として匠的にどちらがおすすめ？やっぱり造園業、このガーデニングやってったらやっぱり本物の植物を天然芝生っていう感じ。ただ面白い用途ガーデニングを取り入れたいっつうのは人工芝もう結構面白い素材になるかなと思っております。植物として楽しんで手入れも楽しくっていうことであれば天然芝を、だけどそれでもちょっと芝生の感触ないということであれば人工芝ですから、人工芝と天然芝はメリットとデメリットをやっぱり考えながらそれに応じた形で使えばいいのかなとは思います。はい。今日はこれでありがとうございました。終わりにします。